はいどうも、ポチです。久しぶりにかなり難しいと感じた方も多いであろう156話。あくまで僕なりにですが、できる限り分かりやすく噛み砕いてみました。ということで本日も最新156話の考察を行っていこうと思います。本動画は最新話までのネタバレを含みますのでご注意ください。また本日も21時から YouTube ライブを行いますので、お時間がある方はぜひ覗いてみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開。前回に引き続き膠着状態に陥っている星キララと伏黒とパンダ。伏黒たちにとっても悪くない状況であることから膠着はこのまま続くのかと思っていたんですが、ある作戦でキララの術式を分析しようと考えた伏黒は周囲に大量のダットを放ちました。キララに攻撃をするわけでもなくすぐに消したため、一見何のために出したのかわからないダット。しかし伏黒の狙いはダットでキララを攻撃することではなく、ダットを使って近づくことができない場所をまとめて把握することでした。確かにそれぞれの物体一つ一つに伏黒自身が近づけるかどうかを試すのはかなり難しいと思うんで、大量のダットで同時に試すというのはかなりいい作戦ですよね。キララとモニター室への扉にだけ近づくことができないと判明した伏黒の作戦。おそらく何かしらの読みがあってこれを確かめたと思うんですが、伏黒にはどんな読みがあったんでしょうか。ダットによってキララとモニター室への扉という2ポイントにだけ近づけないことが分かった伏黒。それと同時にダットやモニター室への扉に星マークと文字が刻まれていることに気づくんですが、その文字に見覚えのあった伏黒はこれらがあるものの名前であるということに気がつきます。パンダにはイマイ、扉にはガクルックス、ダットと伏黒にはアクルックスと刻まれていたこの星マーク。正直あまり聞き慣れない言葉ではあるんですが、伏黒曰くこれは星の名前だったみたいです。ある理由からたまたまこの星の名前を知っていた伏黒。僕は正直全くわからなかったんですが、先週の動画で何人かコメントしてくださってる方がいたんで、視聴者さんたちのレベルの高さにただただ驚いています。扉や自分たちに刻まれているのが星の名前ということに気づいた伏黒。しかしそれだけではまだ術式攻略に手が届かないと考えたことから、とっさに刻まれている星たちと関連の深いある星座の名前を口に出します。パンダや扉に刻まれていたイマイやガクルックス、アクルックスといった星は実は南十字座を構成する星たちでもあります。正確にはこの3つの星とミモザの4つの星で十字ができているんですが、伏黒は積み木からたまたま聞いたことがあったのか、そのことを知っていたみたいです。伏黒のセリフに一瞬動揺したことから、術式が南十字座にちなんだ術式ということがバレてしまったキララ。だからといって術式を解明したわけではないんですが、伏黒はこのことによってある可能性を考えついたみたいです。キララの術式が南十字座をモチーフにした術式であるということを突き止めた伏黒。最初は星マークの刻まれた対象同士を離れさせる術式だと思っていたみたいなんですが、南十字座をモチーフにしているというヒントから、この術式にはあるルールが設けられているという可能性を思いつきました。指定されたポイントを順番通りに回ってゴールにたどり着くスタンプラリーなんですが、もしこの術式も同じような原理なのであれば、南十字座を構成する星の名前がついているポイントを順番通りに回っていけば扉にたどり着けるということになります。しかしその場合、ポイントが伏黒、パンダ、キララ、扉の4個しかないんで、伏黒、パンダ、キララ、扉か、パンダ、伏黒、キララ、扉のどっちの順番だとしても、パンダか伏黒はキララに近づけることになってしまいます。南十字座を構成する星は4つしかないことから、かなり悩んでいる伏黒とパンダ。ポイントが4個しかない場合、スタンプラリー説は辻褄が合わなくなってしまうんですが、本当にポイントは4つしかないんでしょうか。
南十字座の十字の部分を構成しているイマイ、アクルックス、ミモザ、ガクルックス。南十字座の名の通り、十字を構成しているのはその4つしかないため、パンダも伏黒も困っていたんですが、実は南十字座には十字を構成する4つの星とは別に、もう1つの星が含まれています。南十字座を表す十字の右下に位置する義南。確かに十字を構成しているわけではないんですが、南十字座は南十字星と呼ばれるイマイ、アクルックス、ミモザ、ガクルックス、そして右下の義南の5つの星で構成されているみたいです。義南が抜けていたためにキララに近づくことができなかったと気づいたパンダと伏黒。あとは義南がマーキングされているものを見つけてタッチすることでキララに近づけるはずなんですが、どちらかというと短時間でここまで考えついてしまう伏黒の方が恐ろしいなと思ってしまいます。数話にわたって謎に包まれていた星キララの術式。とっさの判断のおかげでなんとかそのトリックを見破ることができた伏黒なんですが、それと同時にその術式の全貌がついに明らかになりました。対象同士は地球から遠い順番に経由しなければ近づけないようにするラブランデブー。逆に同じ星同士は引き寄せ合ってしまうため攻撃にも転ずる能力になっています。ついに明らかになった星キララの術式。義南にタッチしたことでキララに触れることが可能になった伏黒なんですが、無事キララに接触することはできるんでしょうか。このままでは伏黒に普通に捕まってしまうという状況に陥ってしまったキララ。とっさの判断で自分の呪力に伏黒と同じマーキングをし、呪力を流したものを伏黒にぶつけようとするんですが、伏黒はさらにその上を行きました。キララとの戦いの序盤に伏黒が出していた玉剣。どうやら伏黒はあえて玉剣を解除せずに隠しておき、伏黒、キララ、玉剣が一直線上に並んだタイミングで放つことでキララに奇襲を仕掛ける作戦を考えていたみたいです。全てにおいて伏黒に完敗してしまったキララ。ようやく接触することには成功したんですが、果たしてハカリを仲間に引き入れるのに協力はしてくれるんでしょうか。ついに撃破することができた星キララ。キララは伏黒やパンダを嫌っているわけではなく、光線側というのを警戒しているため、ちゃんと説明すれば話自体は通じるんじゃないかなと考えています。また現在虎杖がハカリを説得しに行っているんですが、虎杖のハカリ説得が難航していることからも、おそらくキララを先に説得するのは必須だと思います。なので伏黒がキララを説得する。虎杖とハカリの間に伏黒たちが割って入る。なんとかハカリもキララも仲間になるという展開になるんじゃないでしょうか。もちろん虎杖が単独でハカリを説得する可能性もなくはないんですが、そうなると伏黒たちが頑張った意味が薄くなってしまいます。キララの術式は死滅回遊でもなかなか面白い使い方ができそうなんで、ぜひハカリだけではなくキララも仲間になってほしいものです。ということでいかがだったでしょうか。このハカリ編もあと数話で終わりそうですよね。キララも術式だけではなく、実は男という伏線も残されているんで、一体それがどういう意味なのか来週が待ちきれません。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく。次の動画で会いましょう。バイバイ。